10秒で解き明かせ理系の活性化クイズ5選。第1問。 A たす B たす C たす D たす E はいくつ？ここでヒント。すべての矢印は同じことをしています。第2問。あるに含まれるのは次のうちどれ？人物名に注目してみましょう。第3問。ハテナに入るアルファベットは？この形、何かに似ていませんか？第4問。三角が入るのは A から D のうちどのグループでしょう？それぞれのマークを丸で囲んでみると？第5問。ハテナはどこ？学生時代に語呂合わせで覚えた方もいるんじゃないでしょうか。さあ、全5問を出題しましたが、いくつ解けましたか？早速1問目から正解を見ていきましょう。最初は並んだ数字の法則性を見つけ計算していく問題でした。矢印は10の位の数字と1の位の数字を掛け合わせることを意味していました。A は 2×9 で18、B イコール24、C イコール28、D イコール30、E イコール20となり、答えはそれらを足した120が正解でした。この調子で脳をどんどん活性化させていきましょう。続いて第2問。この問題は偉人の名前が並んでいてあるなしに分かれていますね。ホッチキス、ニュートン、フレミング、フック。この中からあるに当てはまるのはどれか当てる問題でした。あるなしクイズはあるに含まれるものに共通点を見つけることが必要です。今回あるに入っている人物名はすべて SI 単位にその名が付けられているかどうかです。パスカルは圧力・応力、テスラは時速密度、ジュールはエネルギーや仕事、熱量、電力量、ワットは仕事率や電力、効率、放射速の単位になっています。つまり、ホッチキス、ニュートン、フレミング、フック、この4つの中から SI 単位にその名が使われているのは、力の単位であるニュートンが正解になります。続いて第3問。この問題は、ハテナに入るアルファベットが何か答える問題。円の大きさとそのアルファベットが何を表しているのかが分かれば解ける問題です。実はこれ、人体の内臓の位置を表していて、アルファベットはそれぞれの内臓をローマ字表記した時の最初の一文字です。つまり H なら肺、K は肝臓、I は胃、J は腎臓、C は腸となり、中央のハテナの場所にある臓器といえば心臓、つまり回答は S になります。続いて第4問。少し馴染みがないと難しかったかもしれません。正解は B でした。こちらは日本式点記記号のデザインに関する問題でした。すべての図形や記号を丸で囲うと意味のある点記記号になります。黒丸は雨、無限は塩無、アスタリスクは雪、S はチリ塩無となり、三角形は丸で囲うとあられの点記記号になるので、答えは B ということになりますね。さあ、続いてが最後の問題。ここまで全問正解された方はいますか？この問題は赤字の数列が表す国はどこかを当てる問題でした。中国とアメリカ、それぞれの国を表す数字があの数字と気づけば答えまですぐといった感じでしょうか。そうです。数字を対応する元素記号に入れ替えていくと、6は C、1は H、53は I となっていき、チャイナが導き出されます。同様にアメリカでもやってみると、アメリカになります。そして問題の18、32、7、22、11をそれぞれ元素に置き換えてみると、アルゼンチーナとなり、答えはアルゼンチンとなります。ひねりのある問題でしたね。さあ、今回は理系の活性化クイズを5問出題しました。皆さんは5問中何問正解しましたか？
今後もこのようなクイズをどんどん出題していきます。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。